皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、タレントの中居正広氏の女性トラブルについて、フジテレビが非常に閉じた状態での記者会見を行いました。フジテレビの隠蔽体質を思わせるような行動を今回は解説していこうと思います。このチャンネルでは主に国際情勢についての話を多く行っていますが、だからといって日本の国内の問題について無視しているわけではありません。インターネットの発達に伴ってテレビの影響力は低下が続いています。しかし、今でもその影響力は十分あるメディアです。新聞やテレビ局、そういった報道機関に対しては、オールドメディアなどといった呼び方もされますし、もしくはもっとひどい言い方をすれば、マスゴミというような表現が使われることもあります。事実として何が起きているかを正確に伝えるのではなく、やたらと屈折した解説やもしくは不適切な取材などを繰り返すことによって、従来の報道機関に対する信頼度は低下している状況です。そうした状況にさらに拍車をかけようとしているのが、タレントの中居氏の女性とのトラブルにおける対応です。まず最初にこの話のスタート地点である中居正広氏と女性問題について簡単に解説をしておきます。2023年にフジテレビの女子アナウンサーとの間で性的トラブルが発生し、中居氏と女性との間で弁護士同士の話し合いに基づく示談が成立しました。この時、受け渡しされたお金が9000万円だと言われていることから、女性トラブルは非常に深刻な出来事があったことが想像されます。両者が何があったかを話さない守秘義務を課されるものであり、具体的にどのようなことがあったのか、詳細は現在のところでも分かってはいません。ただし、あくまでも守秘義務はこの両者の間での取り交わしですから、その周りの人たちはどのようなことが起こったであろうといった話を制限なく話すことができます。それらの人たちが週刊誌の取材に対してあれこれ喋ることにより、今回の中居氏との女性との間におけるトラブルが世間へと明らかになっていきました。まず最初にこの女性問題に関しては、動いているお金が非常に大きいことから、事態は非常に深刻で、女性がもしも刑事裁判に持ち込めば、何らかの刑罰が課されるような内容だったに違いないということが言われています。ただしこれはあくまでもそうではないかというのを金額から想定している話であり、実際の内容については繰り返しますが、はっきりとは分かってはいません。しかし、非常に深刻なことが起こっていたであろうことは、誰にだって想像できる状態なわけですから、本来であれば、示談が成立したからといって、それをもってして、テレビタレントとして採用し続けるには、不適切だったのではないかといったことが言われています。そして、問題はこの単独のタレントと女子ファナの間におけるトラブルとしての話には終わらず、テレビ局というメディアの中における組織的な問題についても指摘されています。それが女子アナやもしくは女性社員らによる組織的な性上納が行われていたのではないかといった問題です。こういった問題はお隣韓国などではよく聞かれる話で、日本でも昔からそういった話は繰り返し何度もバズってきた話題です。そうしたことが日本においても行われているのではないか、実際にそういった問題はあるよといった話については YouTube では何件か話が出ています。例えば美容クリニックで有名な高須クリニックの高須幹也氏や、有名人で言えばホリエモンなんかも過去にはそのような女性をあてがわれた経験があるといった話を見たり聞いたり、もしくは自身も振り向けられた話などをしていました。プロデューサーがあたかも権力者のように振る舞い、女性を差配していたのではないかといった話などもゴロゴロと出てくるものですから、これがフジテレビという局それ自体の問題として、いわば伝統的に行われていたのではないかといったことなどについても疑惑が持たれているわけです。しかし、関係者全体である程度そうした分かってはいるけれども表に出さない、もしくは証拠を出さないことなどによって、みんなあるんだろうなと思いつつも、暗黙の了解的な話でこういった話があるというのであれば、それはまさに腐った体質だと言えるでしょう。そして中居氏の問題がインターネットを中心として拡散が続く中において、どんどんと真相が不明だからこそ、あれこれ話がどんどんと拡大していくこととなっています。その影響が今度はテレビ局側へと拡大し、中居氏が出演していたテレビ番組の中から編集に編集を重ねて中居氏が全く映らないようにした番組なども出ました。そして今では中居氏が出演する番組については全て出演を取りやめ、番組の終了の方向へと進んでいます。このような状況の中にあってフジテレビが
今回の一件についての記者会見を行いました。しかし、地上波のテレビチャンネルを持つメディア媒体としては非常に不適切な対応をとっています。今回記者会見が行われたのですが、まず非常に限定された記者だけを集めて、リアルタイムの映像配信は一切なく、またリアルタイムだけではなく、録画した記者会見の様子などについても外へと出さないといった非常に閉鎖された会見を行いました。質問についても非常に限定されたものとなり、フジテレビがこの問題をなんとか小さくまとめようと隠蔽を図っているようにしか見えないような動きを見せています。フジテレビとしては2023年6月段階において女性と中井氏との間でトラブルが発生したことは把握していたと話しています。なぜそれを表に出さなかったかについては女性のプライバシーを守るためだとはしていますが、同時にここで大きな問題が発生します。たとえ女性のプライバシーを守るにしても大きな問題が発生していたことをすでに分かっていたのであれば、そのような行為、そのような結果をもたらしたタレントの中井氏をなぜテレビ番組に出し続けたのか、そしてそのことをなぜスポンサーに対してはっきりと告げて、それでも使い続けますかといったことを協議しなかったのか、ここに最初の大きな問題があります。当初週刊誌報道においては、女性社員がある程度場所をセッティングし、その上で男女2人だけの状態になるようになったのではないかといった伝え方がされており、これをフジテレビはいやいやそれは間違っているとして全面的な否定を行いました。その後フジテレビ側の見解としては、そのようなフジテレビ社員による関与がなかったと信じたいみたいな話へと少し主張を後退させています。しかし今回の一件をもってして波及してどんどんといやいやあのプロデューサーは昔からこのような女性アナや女性タレントといったものを性接待へとセッティングしていたんではないかといった話が次々と出ているような状態ですから、局全体でそのようなことを容認していたのではないか、黙認していたのではないか、そして女性をあてがうことをそれ自体によって何かしら社内での昇進へとつながるようなシステムがあったのではないかといったことが問題視されており、フジテレビの闇は非常に深いと言えるでしょう。また今回の記者会見でも隠蔽体質が疑われるような行動をしていることもあり、さらに厳しく追及されるべきような話題となっています。フジテレビは第三者委員会を作ってこの問題の調査を進めるとしています。しかし、選んだ弁護士らについては、日弁連の定めるような第三者機関の要件を満たしていない可能性をフジテレビ自らが認めているとなって、おそらくは従来の付き合いのある弁護士やもしくは指揮者と呼ばれるような人を集めての調査になるでしょうから、調査結果の信用性についてはかなり低いものになるでしょう。本来であれば、フジテレビ自身が自社の中にはそのような性接待の仕組みや慣習などはあるのかないのか徹底的に調査を行うべきところを、自分自身が非常に疑わしい状態であることから、内部調査についても誰からも信頼されないようなことになっています。マスコミは普段から政治家やもしくはワイドショー的なネタが発生した場合においては、過剰な批判やもしくは過剰な取材といったものを繰り返し、相手方のプライバシーなどを強烈に侵害を行うものです。そのあまりにもひどい取材体制から、大谷選手から取材を断りされたり、これ以上取材しないでくれと何かの事件事故の遺族などが申し出ることなども頻発しています。一方で今回の一件に関してフジテレビ側は一貫して非常に厳しい取材規制などをかけて自分たちに対しては見るな聞くな何も調べるなみたいな体制を取り続けているのは全く理不尽な対応だと言えるでしょう。フジテレビがそのような体制を取るのであれば、最低限他の報道機関は徹底的にフジテレビの経営やもしくはプロデューサーと呼ばれるような人たちのこれまでの行動を徹底的に取材してほしいものです。皆さんは今回の一件についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。なお繰り返しますが、中井氏と女性との間におけるトラブルのその中身については守秘義務がかかっていることから、その内容については明らかになっていません。YouTube 上では、あんなひどい行為をしたから、こんなことになったみたいな話が次から次と動画が上がってくるわけですが、そこに本当に裏付けがあるかといえば、ほとんどが怪しいものですので、その点についてはご注意ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。